なのだ。今日の動画も見てくれてありがとうなのだ。今日ずんだもんが紹介するのはアフリカにある国、チャドなのだ。実はチャド、とっても面白い豆知識があるのだ。みんな、ヨーロッパのルーマニアって国を知ってるのだ。なんとチャドの国旗、このルーマニアの国旗とデザインがほとんど同じらしいのだ。色の濃さがほんのちょっと違うだけで、並べたら見分けるのがめちゃくちゃ難しいらしいのだよ。面白いのだ。今日はそんなチャドから全部で5つのニュースをみんなに届けるのだ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録も忘れずに押してくれると嬉しいのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。また地方分権の具体化に向け当局が本腰という記事なのだ。チャドの私を当ていで2025年10月9日に大切な会議が開かれたのだ。地域の行政官や伝統的なリーダー、そして地元の人たちが大勢集まったのだよ。中心になっていたのはバタ州の政府代表団長アマド・ブコーニ・ムラリ将軍なのだ。この会議の目的は以前に開かれた国家地方分権化セミナーで話し合われたいろいろな提言を具体的な行動に移すことだったのだよ。会議ではみんなが安心して暮らせるための安全保障や国としての秩序を保つ国家の尊重、大切な地球を守る環境保護、そして未来を担う女の子たちがちゃんと学校に通えるようにする女子教育が主な議題として深く話し合われたのだ。ムラリ将軍はみんなが心を一つにしてそれぞれが自分の役割と責任をしっかり果たすことが何よりも大切だと強調したのだよ。将軍はみんなで協力し合ってもっと強く、そして誰一人取り残さない包摂的なバタ州を作っていこうって力強く呼びかけたのだ。この会議は地方分権化がただの言葉で終わらずに地域のみんなにとって本当に役立つものになるためのとっても重要な一歩になるんだってことなのだ。さあ、このワクワクするニュースから一緒にチャドの今を見ていくのだ。チャドはアフリカ大陸のほぼ中央に位置する広大な内陸国なのだ。その首都はンジャメナシャリ川のほとりに栄えているのだ。かつてはフランスの植民地だった歴史を持ち、1960年に独立を果たしたのだ。現在の政治体制は大統領制の共和制だけれど、残念ながら長年政情不安や紛争を経験してきた複雑な歴史がある国なのだ。人口はおよそ1800万人ほどで、実に200以上もの多様な民族が暮らしている多文化国家なのだ。公用語はアラビア語とフランス語だけれど、各地で様々な言語が話されているのだ。経済の中心は何といっても石油と農業なのだ。綿花や家畜の飼育が盛んで、豊かな自然が人々の暮らしを支えているのだ。広大なチャド湖はその名の通り国のシンボルで、多くの生物にとって大切な水源となっているのだ。砂漠やサバンナが広がる大地には遊牧文化と農耕文化が息づいているのだ。最近では気候変動によるチャド湖の縮小が国際的にも大きな環境問題として注目されているのだ。湖は人々の生活だけでなく生態系にも大きな影響を与えているのだ。また周辺地域の治安維持や人道支援も大切な課題となっているのだ。チャドは豊かな自然と文化を持ちながらも様々な困難に立ち向かい、未来へ向かって進んでいる、そんな魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。また地方分権の具体化に向け当局が本腰という記事なのだ。チャドの私を当ていで2025年10月9日に大切な会議が開かれたのだ。地域の行政官や伝統的なリーダー、そして地元の人たちが大勢集まったのだよ。中心になっていたのはバタ州の政府代表団長アマド・ブコーニ・ムラリ将軍なのだ。この会議の目的は以前に開かれた国家地方分権化セミナーで話し合われたいろいろな提言を具体的な行動に移すことだったのだよ。会議ではみんなが安心して暮らせるための
安全保障や国としての秩序を保つ国家の尊重、大切な地球を守る環境保護、そして未来を担う女の子たちがちゃんと学校に通えるようにする女子教育が主な議題として深く話し合われたのだ。村利将軍はみんなが心を一つにしてそれぞれが自分の役割と責任をしっかり果たすことが何よりも大切だと強調したのだよ。将軍はみんなで協力し合ってもっと強く、そして誰一人取り残さない包摂的な私を作っていこうって力強く呼びかけたのだ。この会議は地方分権化がただの言葉で終わらずに、地域のみんなにとって本当に役立つものになるためのとっても重要な一歩になるんだってことなのだ。2つ目のニュースなのだ。行動概要、改正憲法が施行という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。2025年10月9日のこと、遠い茶土の綿州アテイでとっても大切な会議があったのだ。綿州政府の代表である村利将軍を中心に現地の行政の人たち、伝統的な指導者の方々、そして地域のみんなが勢ぞろいしたのだ。何のために集まったかというと、国全体の地方分権セミナーで出たこうしたらもっと良くなるのだっていうたくさんの提言を机上の空論じゃなくて現実の世界でちゃんとしたアクションにするためだったのだ。会議ではいろんなお話が出たのだけど、特にみんなで真剣に話し合ったのは地域の人たちの安全を守ること、国の法律をきちんと尊重すること、地球に優しい環境を大切に保護すること、そして未来を担う女の子たちがみんな学校に行けるようにすることだったのだ。どれも地域にとってすごく大事なことばかりなのだ。村利将軍は熱い気持ちでみんなで心を一つにすること、そしてみんなで一緒に責任を持って行動することが本当に大切なんだって強く訴えていたのだ。一人一人が力を合わせることで私が今よりもっと強くて誰一人取り残されない、みんなが快適に暮らせる場所になるようにって呼びかけていたのだ。この会議はね、地方分権がただの難しい言葉じゃなくて本当に地域の人たちみんなに良い影響を与えるためのとっても大きな、そして重要な一歩になるのだ。これから私がどうなっていくのか、ずんだもんもワクワクしながら見守っているのだ。3つ目のニュースなのだ。フランス、エマニュエル・マクロンがセバスチャン・ルコルニョを首相に再任という記事なのだ。チャドの綿州アテイで2025年10月9日にとっても大事な会議があったのだ。そこには綿州の政府代表であるアフマド・グクーに村利将軍を囲んで行政の人たちや昔からの地域の偉い人たちがたくさん集まったのだ。どうして集まったかっていうと、国の地方分権についてのセミナーで出た良いアイデアや提言をただの紙の上のお話で終わらせないで実際にみんなの生活を良くするための行動に移そうっていう目的だったのだ。会議ではいろんなことが話し合われたのだ。特に重要だったのは地域の安全をしっかり守っていくこと、それから国が作った大切なルールをみんなでちゃんと守って尊重していくことなのだ。そしてずんだもんも大好きな豊かな自然環境をみんなで守っていくことや、未来を担う女の子たちがみんな学校に行ってしっかり勉強できるようにすることだったのだ。これらのテーマについてみんなで真剣に考えてどうすれば実現できるか話し合ったのだ。村利将軍は会議の席でとっても大切なメッセージを伝えたのだ。それはみんなで心を一つにして力を合わせることと、私たち一人一人が自分のこととして責任を持って行動することなのだ。将軍は私がもっともっと強く、そして誰一人取り残されない、みんなが幸せに暮らせる場所になるようにみんなに頑張って行動してほしいって呼びかけたのだ。この会議はね、地方分権という大きな目標をただのスローガンにするんじゃなくて、実際にみんなの生活に良い影響を与えるような具体的な形にするためのまさに鍵となる一歩になったのだ。
これからのバタ州がどう変わっていくのか、ずんだもんもすごく楽しみにしているのだ。みんなで力を合わせれば、きっと素晴らしい未来が待っているはずなのだ。4つ目のニュースなのだ。サラマット、バイクタクシー運転手、悪質な2人組の餌食に、という記事なのだ。チャドのバタ州では、司法文献を具体的な行動に移すため、当局が力を合わせているのだ。2025年10月9日、アテイという場所で、行政や伝統的なリーダー、地方の代表たちが一堂に会したのだ。バタ州政府代表のムーラリ将軍を中心に、司法文献に関する全国セミナーで決まった提言を、いよいよ現実にするためのとっても大切な会合だったのだ。話し合われたのは、安全保障や国会の経営、環境を守ること、そして女の子たちがちゃんと学校に通えるようにすること。これらは全部、地域の発展にとってとっても重要な議題だったのだ。ムーラリ将軍は、みんなが心を一つにして、集団で責任を持って行動することの大切さを強調したのだ。誰もが協力して、もっと強くて、誰一人取り残さないバタ州をみんなで作っていくべきだと呼びかけたのだ。この会合は、司法文献をただの理想で終わらせず、みんなにとって本当に役立つものにするための大きな一歩になるのだ。5つ目のニュースなのだ。行政パフォーマンス管理コース第2期生に修了証書を授与という記事なのだ。バタ州では、司法文献を本当に役立つ行動にするため、当局が頑張っているのだ。2025年10月9日、アテイという場所で、バタ州政府代表のアハマド・ブコウに、ムラリ将軍を中心に、行政、伝統、地方のリーダーたちが集まったのだ。彼らは、司法文献に関する国家セミナーで出された提言を具体的な形で実現する方法を話し合ったのだ。話し合いの中心になったのは、地域での安全、国家の法を尊重すること、大切な環境を守ること、そして女の子たちが学校に通えるようにすることだったのだ。ムラリ将軍は、バタ州をより強く、みんなが暮らしやすい場所に変えるためには、みんなが一つになって、それぞれの責任を果たすことが重要だと強調したのだ。みんなに行動を呼びかけたのだ。今回の集まりは、司法文献を具体的な形で実現して、みんなに良い影響をもたらすための、とても重要な一歩になるのだ。チャドのバタ州では、司法文献を具体化するために大切な会議が開かれたのだ。安全保障、国家の尊重、環境保護、そして女子教育など、地域の未来を形作る重要なテーマが話し合われたのだ。みんなが協力し、責任を持って行動することで、より強く、誰一人取り残されない、魅力あふれるチャドの未来が開かれるのだ。ズンダモンも応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。